皆さんこんにちは。スイーツ男子まさやです。はい、今日はですねチャンククッキーを作っていきたいと思います。外はカリッと中はねしっとり、とても美味しいクッキーになりますんで、皆さんぜひ一緒に作っていきましょう。材料はこちらです。無塩バター 100g、 バターはあらかじめ 70g と 30g に分けておきましょう。 30g の方は後でレンジでチンして溶かしバターとして使います。そして続いて薄力粉 140g、 ベーキングパウダー 3g、 ベーキングパウダーは薄力粉と一緒に合わせておきましょう。そしてブラウンシュガー 80g、 塩1つまみ、塩も砂糖と一緒に合わせておきましょう。そして全卵1個、バニラオイル適量、チョコレート 100g から 120g、 マカダミアナッツはお好きな分だけ用意してください。はい、それでは早速やっていきましょう。まずは 70g のバター、室温に戻したバターを適当に、ほぐしていきます。はい、本当に適当で大丈夫です。ある程度ほぐれたなと思ったら、そこにですね、ブラウンシュガー 80g を入れてください。塩もね一つまみつまんだものを入れてます。はい、そしたら、さっくりというか、砂糖とねバターが馴染むように、こちらも適当に、やっていきます。でだいたいねこう馴染むとこんな感じになってくると思いますので、このくらいまで、辛抱強く、混ぜてください。残りの 30g のバターをレンジでチンしてください。焼き上がりの生地がしっとりするのかなと思います。本当はフライパンでちょっと茶色く焦げ目がつくまで温めてやるのがいいんですけど、今回はちょっと使えなかったんでレンチンでやってみました。はい、そしたら、温めてる間に卵をね割って溶かしていきます。はい、ここはね適当に何でも大丈夫です。ある程度、卵をね溶きましたら、ここに、バニラオイルを入れていきたいと思ったんですけど、なんと封が開いてないというプチサプライズ。はい、これもね適当に数滴入れてシャカシャカと混ぜてください。こんなに力強くやらなくていいです。そしたら先ほどのね溶かしバターをねゆっくり入れてください。入れて混ぜながら入れます。はい、そしたら先ほどのね、バターと砂糖のね方に混ぜたものに、ちょっとずつ入れていきます。ここ重要です。ちゃんと混ざるように、一気に入れたらねちょっと皆さん大変だと思うんで、徐々に入れていきましょう。はい、といったそばから僕ねこれ2回目なんと思いっきりいってしまいました。だいぶ本当はね3回くらいに分けた方がいいんじゃないかなと思います。だいぶ焦ってます僕。これ早いですね、手の動きが早い。これ混ざらないんじゃないかとちょっと焦ってる顔ですこれ。はい、でもなんとかね混ざりたっぽいです。混ざりました。はい、危なかったです。皆さんはね徐々にしっかり混ぜながらやっていってください。そしたらここに薄力粉を、ふるいにかけて入れましょう。大きいのを用意してもらいました。そしたらここですね、さっくり混ぜていきましょう。あんまりちょっとね力強くこねる感じにしちゃうと小麦粉からグルテンが出てちょっと粘気が出てしまって焼き上がりが良くなくなってしまうと思うんで、さっくり混ぜる感じでお願いします。はい、グッドです。そしたらチョコを刻んでいきます。これ皆さんはバラのものじゃなくて大丈夫です。板チョコね、明治さんの板チョコを使うのがベストかなと思います。で結構甘いんで
ミルクチョコレートだとちょっと甘すぎる仕上がりになるかなと思うんで、僕はねダークチョコレートを使ってます。甘くてもいいよっていう方はねミルクチョコレートでも大丈夫です。刻んだらシャッと入れます。一つも残さず入れましょう。そしたら適当に混ぜていくんですけど、ナッツ類もねここで混ぜていきましょう。ここはもうほんとさっくり、なんか大雑把な感じでだいたい混ぜれば大丈夫なんで、大きく混ぜていきます。グッドグッド。この生地は45分から1時間冷蔵庫で寝かせます。オーブンを予熱していきます。190度で予熱していってください。じゃーん。はい、そしたら予熱している間、取り出した生地を計量していきます。僕の場合は 80g 前後で、計量していきました。はい、細かいですね。しっかりと 80g を狙って、まあ大体でいいと思います。前後 80g 前後で結構大きくなりました。はい、でこれをね全部やっていきます。結局最後はね 85g になっちゃいました。でこれをね丸くやっていくんですけど、潰す最後にねちょっとクッキーのてっぺん潰す方もいるんですけど、僕の場合はもうこのまま丸っこくしてやってみました。はい、で適当に丸っこく形成して置いていきます。ここでなんと追いチョコです。追いチョコをしていきます。癖の強い追いチョコをしていくんですけど、置くときは普通というね、まあこんな感じでお好みです。嬉しそう。そしたら190度で14分焼き上げていきます。焼いていますが、クッキーちゃんたちが密になっちゃってたんで2段にしてみたんですけど、焼けるか果たしてちょっと不安なところであるんですけど、待ちたいと思います。どうですか、皆さん作れてますか？クッキー。これがおそらく公開される頃はまあ5月ですかね。5月頃なんですけど、新年度始まってみんな5月病みたいな、なんていうんですかね、5月病って何なんですかね。気が抜けちゃうみたいな感じなのかな。大丈夫ですか皆さんは。そんな皆さんのためにちょっと元気が出るお話、いや頑張ろうみたいな思ってくれたら嬉しいんですけど、僕名古屋の人で上京してきて、しばらく寮に住んでたんですよ。その寮がまあすごくって、まずびっくりしたのが、僕1階に住んでたんですよ、寮の。そしたら1階なのに雨漏りするっていう、まずねここからおかしいんですけど、であともう一個驚きなのが洗面所。だいたいこう青と赤に分かれてて、どっちかに振ったらお湯が出てみたいな、なんと冷水しか出なくてお湯が出ない。そう、部屋の中にあるわけじゃないんですよ。何人か共同で使うシンクがあって、ワンフロアに3人ずつくらいいて、見知らぬ人の2人と一緒にシンクを使ってて、若干外にあるわけですよ。冬場とかは寒波の中冷水で手を洗ったり、いやまあ大変でしたね。でまだありますよ。トイレも3人共用なんですよ。でそのトイレが和式、しかも流す時引っ張り式。2020年頃引っ張り式でした。びっくりでしょ。あとお風呂も共用。他の人がシャワーとか出してると分散すんのよ、水圧が。みんながいる時に一緒に入ったらシャワーがスズメの涙くらいしか出ないのよ。普通さシャーって出るじゃん、シャワーって。もうこう垂れてくんの、こうシャワーヘッドからこう垂れる水圧しか出なくて、マジかと。正直いっぱい人がいる時にお風呂入らないようにしてたし、俺が入った時に誰かが入ってきたらイラッとしました。もうだってもう水圧がもうスズメの涙すぎて、もう大変だったんですよ。古き良きを大切にした寮でした。
なんで皆さん大丈夫です。どんなことでも乗り越えられると思います。新生活大変だと思いますけど、5月チャンククッキー食って乗り越えていきましょう。完成ということで完成しました。これ見てください。これやばい。もうこれ中しっとしと2段に急遽変更して心配だったんですけど、なんとかうまくいきました。ちょっと14分から1分半だけ足してまた焼いたんですけど、いい感じになりました。ということでいただきます。いただきます。うまっ。めちゃくちゃうまい。どうしようどうしよう。ちょっとこれどうする？うますぎる。やば。ちょっと家でもね作ったんですけど超えてきた。まさかの本番でというか撮影日に超えてきた。待って、うますぎるって。チャンククッキーといったら牛乳にねこう浸して食べるのも有名な食べ方なんで、ぜひぜひ牛乳と一緒に食べてみるのもありな気がします。ちょっとこれマジでやって。めっちゃうまいわ。本当にやって。本当にちょっと美味しい。美味しいしか言えないんだけど、やっぱ甘いものって幸せになれます。スイーツ最高。ぜひ皆さんも作ってみてください。それでは。いただきます。というわけで、マサイが作ってくれたクッキー。いただきます。やったうまそう。何これ。ー。めっちゃいい匂いする。一口食ってみて。マカダミアナッツとチョコと、マカダミア一番好き。うわ、すごい。うまっ。いい。おっかうまい。あ、いいでます。うわ、え？いい意味でさ、メロンパンのうまいとこの。あの感じ。これメロンパンのいいとこ。メロンパンのいいとこをかき集めたような。めっちゃうまい。ありがとうございます。ガチでうまい。ありがとう。チですごすぎ。今まで一番うまいクッキー作る。ありがとう食ってくれて。ありがとうね。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。